平松みどりと申します。大阪市内に住んでおります。はい、平松みどり先生、ご自身のことをお話し、なさってください。何でも結構です。どんなような方でしょうか。私は1930年生まれなので、今年満で92歳になります。戦前戦中戦後と多難な年を経験してきました。未熟児で生まれた私はとても両親が大切に育てたそうです。で、私が未熟児で一番弱かった私が一番長生きをしております。もう両親も兄弟もみんな旅立ちました。私が今興味を持っているのは言葉の意味。言葉の意味だけでなくて、その字が持ってる意味、あなら、いならい、その字が持ってる意味を少し興味を持って勉強し始めてます。言葉はね、言霊って皆さん多くの方がね勉強していらっしゃるんですけど、私は、言葉になる前の文字そのもの、あが持ってる意味、いが持ってる意味、そのことに興味を持って時間があればそのものを紐解いています。一口で自分を紹介するとすれば、何かにつけアバウトなんて言うんでしょうね。一つの出来事、一つの事柄に対して必ずこうじゃないといけないいう考えが持てない私なのでね。あれもあり、これもありで。で、ちょうどいいところで落ち着くような、本当にアバウというか、ある意味ではいい加減な。でも真面目なんですよ。じゃあその真面目なみどり先生の中心にあるような、真ん中にあるような価値観っていうか、大事にしてらっしゃることってどんなことなんでしょう。やっぱり一番大事なのは現象学の我何時の考え方。人は指紋がおのおの違うように、人はみんな違うんだと。似てるようだけど違うんだ。だから人の考えも聞きましょう。が一番私の心情っていうか根底にあるのかな。みんな違っていい。そのね、みんな違っていいっていうこと、我何時っていうことを、ご自分の今までの人生の中で、どんなふうにそれを保たれてこられたんでしょうか。保たれてきたっていうか、どういうふうにそういうふうなことを大事にしてきたよっていうような、そんなエピソードってありますか。そうね。常にそういうようなことがあるから、どれにっていう具体的なことは、みんな考え違っていいんだなと。だから私と違う考えの人からは何かを学ぶ。私の考えを受け入れてくれない人がいても OK。だからあまりいさかいはしたことないかな。それはやっぱり勉強を始めてからだんだんと人はみんな体験してきたことが違うんだから、違っていいんじゃないのっていうことでね。自分が違うことも自分で
自分を罰せないでいいんだっていうふうに。違っていいんだっていうふうに。なるほどね。そういうみどり先生の違っていいんだっていうこと、どんなこと、そういうことを勉強されてきたっていうふうにおっしゃったんですけど、どんなことがあった、どんな出来事とか状況とか、そういう今のみどり先生を形作っている状況とか、出来事とか、いうことあったんでしょうか？もうしょっちゅうありますよ。どんなことですか？最近でしたらね、一緒にお勉強してる人の一人がね、旦那がいつもお土産を買って帰ると。もうもったいないし、いらないから買わないでいいのに、もう主人がいつも買って帰るっていうふうにね、ちょっと仲間の間で、愚痴を言ったんですよ。そしたらもう一人の人がね、いやー、なんで私だったら買って帰ってくれたら嬉しくてありがとう言うわって。で、二人はちょっとね、言い合った時に、そういうふうに一つの出来事でもみんな違う考え持ってて、どっちがいい悪いじゃないんじゃない。これもその人の考えだから。というようなこと。どんな考えもその人が生きてきたことで言ってるんだから、あなたは買ってこられるともったいない。食べないのにもったいない。買ってくるないう考え。片方の人が日頃夫からそのようなものをもらってないから、ずっと買ってきてくれてありがとう、ありがとう言いたいんだから、それが今私たちが勉強してることなのよっていうふうにね。どっちがいい悪いではない。どっちの考え方が自分は好きか嫌いか。どっちがいい悪いじゃない。今、いろんな出来事があったりしますよね。日本の中でもそうですし、から今大変な、ウクライナでは大変なことになっている。そうね、そうね。胸が痛むね。本当にこう、どんどんミサイルが落ちてきたりなんかするっていうような状況。あれも国と国の間で、そうね。どっちがいい、どっちが悪いということが、歴史がいろいろ重なってますから、そういうのを見ると、みどり先生、どういうふうに思ったりされますか？私はね、他の惑星、惑星が地球を見て笑ってるんじゃないの？他の惑星に笑われないように、一つのね、地球っていう惑星で、みんなが助け合っていきたいなっていうふうに思ってるんです。早く気がついてほしいな。物を壊したり、大切な文化のね、歴史あるものを壊したり、命を奪ったりするようなのは、賢い人間がすることではないなと思ってね。惑星の中の一つだから地球もね。だから地球上がみんな本当に縄張りで陣取りなんかしないで、早くお互いを認め合って、平和になってほしいなと思ってる。賢いはずの人間がと思うんですよ。そういうね、みどり先生の、みどりちゃんでいいよ。みどりちゃん、みどりちゃん。みどりちゃんで、みどり先生の方がいいですね、私は。そう、言いやすい名前でいいです。そういうみどり先生のね、お考えに、一番影響を与えた方って、子供の頃からでもいいんですけれども、一番影響を与えた方、影響を受けた方って、どなたかいらっしゃいますか？私ね、戦争中に旧制の女学校だったもんだから、勉強あんまりしてないんですけれどもね、専門学校いうのがあったんですね。で、ダム場に行かしてもらって、
寮に入ってた時に関わる人は全部シスターなのね。歩くたびにロザリオがチャリンチャリンとするね。なんとも言えないなんて言うんですか。その日常今までそれまでに生きてきたのと雰囲気が全く違う寮生活に入った時にね、ああそうだな、自分らしく生きていいんだっていうふうにね、そこのノートダム精神は、本当に自分を大事にすると同じように人も大事にする。で、ムース一人ずつのベッドルームだったのね。で、カーテンの隣の人のやってることとかは聞こえてくるんですよ、カーテン一つだったらね。でもそれに対して何かを話してはいけない。寝室では絶対話してはいけないのが規則だったのでね。だから食堂行ったら喋るし、途中で喋るしね。そんな時にやっぱり、みんな違っていいんだってことをその時に思いましたかね。別に私はクリスチャンではないんだけど、たまたま、女学校の家の学校行ったらそこしかなかったので、そこ行ったような格好で、本当に聖書から得たものが多いんじゃないでしょうかね。聖書からね。聖書から得たものが多い。が多いね。一等最初はね。どんなことですか？やっぱり一番は、人はみんな役割は違うけれども平等なんだよっていうことね。まあ皆さんがよくご存知の三条の追訓なんかは、どことなく身についてるでしょうかね。人が人を裁いてはいけない。ということかな。それから、まあ、結婚をして、私の価値観が全く変わったのは、団地に住んでたんですけれどもね、結婚してすぐ。そしたら、お隣のおばあちゃんがね、今から見れば、まあ60代ですよ。でも、その頃の私から見たらおばあちゃんよね。おばあちゃんが、お孫さんをあやしながら本を読んでらっしゃる。で、お孫さんが泣き出したのね。で、若い私、20代の私は、孫が泣いたら、おばあちゃんは何もさておき抱いて、よしよしってするんじゃないかなと思ったんだけど、その方はね、片手で上車を押しながらね、本を一生懸命読んでらっしゃる。こんなお年寄りもいるんだなと思って、ふっと覗いたら、河合隼さんが書いた本だったんですよ。それはね、ふっと目に入ったのがね、無条件でその人の存在を認めましょう。はい。そして、尊重しましょう。びっくりしましたよ。私、そんなこと習ったことがないから。女学校でも女性でもね。無条件で人を尊重しましょうとかね。それでその方に、いや、面白そうな本ねって言ったら、よかったらね、貸してあげるよってお読みになった後貸してくれたんですよ。河合隼さんが一等最初に書かれたカウンセラーになるためにはっていう本でした。黄色のね、黄色の薄っぽいね。で、そこに私は興味持って、その方のご主人が大阪一大の教授だったんですね。で、まあ、毛利ではないんですけれど、社会人としてなんかの時に、長考に貸してもらったりしてて、で、だんだんカウンセリングに興味を持って、まあ、その頃はロジャースはね、昭和23年、24年は、もう、カウンセリングいたもうロジャースだったの。なるほど。それがきっかけかな、心理学に入ったのは。そういうことなんですね。無条件に尊重するとか、自分も
尊重される権利があるんだとかね。その時にご結婚なされてしばらくしてから河合先生の本にたまたま出会い、そこから勉強をされてこられて、そう。で、その時には40代。うん、その時にはまだゲシュタルトには出会ってらっしゃるの。はいはい。私が一等最初、その方の山崎さんの紹介で入ったのが関西カウンセリング協会がセンターだったね。ご近所さんがやってたね。そこに紹介してくれて、その頃はね、15、6人でしたが、受講生がね。で、そこで勉強させてもらった。そこはね、カウンセラー養成協会だから、いろんな先生いらしたの。国谷さんもいらっしゃるし、杉田さんもいらっしゃるし、小野木先生もおられたしね、いろんな分野のね、先生がそこで教えてらしたの。で、その中で私が一番興味を持ったのが、杉田先生の講座の TA、トランザクショナルアナリストだったわけ。そこが始まりなの。もう40になってたかな。私はね、40歳になってたかならないかぐらい。それからもう面白いなと思って本格的に勉強しようと思ってやってました。なるほど。それからさらにもうゲシュタルトに出会うまでにはもうしばらく時間がかかった。いや、2年もかかりませんでしたね。そうなんですか。その頃はね、ゲシュタルトはね、大阪ではクラートさん先生おられてね、クラートよ。で、クラートさんがゲシュタルトしてらしたんですよ。で、私は頼まれた何でもはいはい言う方だから、理事長が、杉田先生が専門コースをやるから、そこのコースを TA を受け持ってやらないかって言ってくれて、私でいいんですか言われて。よかった、私も TA 好きですからって、教会で TA のね、コースを担当させてもらってた。その時にね、確かに頭ではわかるんですよ。こうした方がいいんだ、こうしてはいけないんだとかね。だけど、なんか根底にあるものは、頭だけではダメなんじゃないかなと思ってる頃に、もう今は亡くなられたんですけど、岡野に出会って、アメリカ行かないって誘ってくれて、行きましたけど、何でもはいはい言うんですからね。で、一等再生行ったのが、3年でしたかね。多分、3年だった。そこで出会ったのが、ゲスタートでした。これだな、ちょっとは私の好きな感情の出し方ではないけど、これは本当に自由な自分になれるかなと思って。で、帰ってきて、田原さんとか、今のね、私たちと一緒にやってる桃竹さんとかね、たちがやってる勉強会へ入らせてもらって、で、最後の時に、マサってごめんなさい、桃竹先生が、ポーラーがね、大阪でもやりたい言ってるけど、どうって言ってくれて、いいですよ。ごめんな、私何でもいいですよ。いいですよ、考えさせてもらいましょうって帰って、所属してた教会の、関西カウンセリング協会のセンターの理事長にね、こういうふうに声をかけていただいたんですけど、どうでしょうって言ったら、ここでは、カウンセリングセンターではね、クラウトヨシアさんがやってるから、ここでもう一つの方をやるのはちょっとね、ダメだから、緑会いう名前でやれば応援するいうことで、
で、初代の理事長、小木野幸夫さんが緑会いう名前をつけてくれて、始めたのが、49年ぐらい、50年になってたんだね。ポーラーが日本に帰って3年ぐらいだったかな。で、ポーラーが毎年、ポーラーね、ボトム先生が、毎年、緑会に来てくださったんです。1年に1回、3日間ぐらいね。それがまる11年続きましたかね。ポーラーがなくなるまで。50年とおっしゃったのは昭和50年。そう。ということですね。ごめんなさい。西暦で言うとあれいやいや、大丈夫ですよ。昭和50年ぐらいに緑会が始まった。だから75年ぐらいかな、1975年。そうですね。そうすると、エサレンに初めて緑先生行かれたのは何年ぐらいだったんですか？ 1970ずいぶん昔ですよ。70年初頭ですかね。そうですね、多分。私が印象的に残ってるのは、カナダに行った時に、グローブがね、スタンがね、同じ、エサレンに来ておられて、で、エサレンはね、ご存知のようにみんな、男性も女性も黒人も白人もね、国籍を問わず一緒の風に入るんですよ。で、たまたまね、グロフと一緒に浴槽へ入っててね。で、まあ、中国人か、日本人か、コーディアンかと思われたんでしょうね。で、どこから来たんだっておっしゃったから、大阪から来ましたよ。この間ね、ついこの間、グローブは私たちの教会で講義をしてくださいましたよ、いうことからね、いろいろと。お風呂の中でお話しされたんですか？それがね、お風呂の中でもね、私は使ってるんですよ。グローブはね、指の横に腰掛けてるの。だから私の目はちょうどね、グローブの大事なところに入ってるからね、立つに立てない言ってね、もうあんまり喋らなかったらよかったなと思ったんだけど、関西の関西カウンセルセンターにこの間行ったらどうか、すごくね、嬉しかったですっていうようなことをお話しして、もう酔いそうなんだけど、上がるに上がれなくてね、戸惑いました。スタニフラウ・グロフと。いや、もう他にも入ってらっしゃるんでしょ、何人もね、大きな湯船だから。一緒にお風呂入られたんですね、いろんな。そう。そうですよ。陣内先生も行かれました？私はエサレ行ったことないんです。それはね、心理学者としては、無口ですよ。それは行かなければなりませんね。私4回行きました。そうですか。エサレンはね。エサレンの後に出たのがホリューホップ島なんですよ。同じような組織でね。カナダにね。カナダの、でそこは3回行きました。で、ジュディスにも出会えてね。なるほど。じゃあ、その、1970年代、エサレンに行かれてから、しばらくしてから緑会ということが発足し、どうぞ。TA と交流分析とゲスタルトは切り離せないものだな。両方やっていって初めて、なんか、あるがままの自分を見つめられるような気がしましたね。頭だけじゃなくって、感情言うんでしょうか、フィーリング言うんでしょうかね。ゲシュタルト療法、ゲシュタルト、一般的ね、療法だけじゃなくて、ゲシュタルト全体として、何に一番惹かれていらっしゃいますか、緑先生は。どんなところにやっぱりね、一番惹かれたのはね、過去の出来事も、今思い出したら、今なんだと。だから、
思い出したことを説明するんではなくって、現在形で話しましょうが一番私にとっては新鮮でした。目の前にあるものを扱えってね、いうのが、考え方の一つにね、ゲスタルトはあるんだけど、過去も現在形で話せば今だっていうことは、なんか負に落ちるようになっていったのかな。そんな昔のこと言ってどうするのよっていう人がいらしたらね、説明するから昔だけど、今思い起こしたんだから、ちょっとその時の雰囲気、ロケーションなりどんな人がいたのかね、出したのか。現在形で私もそこにいるような、平松もそこに参加してるような気持ちになれるように、現在形で話してっていうようになりましたかね、自然に。一番のゲスタルトの魅力を私が感じたのは、現在形で話しましょう。過去に起きた出来事でも、今思い出した今のことよ。納得してないまま持ってるからね、出るので、思い出した時は今だから言うのが、私は一番新鮮でした。人間としての、平松みどりという人に、そのゲシュタルト、今っていうゲシュタルトってどんなふうな影響を与えたんでしょうか？まあ、すべて今見ようとすることに影響を与えて、受けたんじゃないですか。まあ、過去のことを思い出したら、あの時どんな気持ちが自分が出せてなかったから今思い出してるのかなとかね。特に母親が亡くなった後は、しょっちゅう母のことを思い出しましたね。何をしたい、いっぱいいただいたものがあるのに、晩年母は私と一緒に暮らしたんですけれどもね、その間私はどのようなことを、自然体でお母さんにしてあげられたかなと思ったら、本当にね、情けなかったです。情けない。何にもしてあげてなかった。それでゲスタルトのおかげで、母にしてあげたいっていう気持ちがその時は持てなくって、甘えるばっかりでね、お世話になるばっかりで、永遠の別れをしてしまったんだけど、今母にこうしてあげたかったという思いを私の周りの人にね、させていただけたらいいかなというふうに思いました。もう母にはできないけどね、出会った人と別れた時に同じような悲しみ、自虐、自分を責めるような気持ちに陥らないで済むようにできるだけ、母にできなかったことを周りの方に少しずつでもお返しできたらいいかなというね、気持ちにはなってきましたね。なんかお答えになってるのかしら。いや、もう、いいですか？その時の状況を私も想像して、今、お聞きしてました。本当にね、未熟児で生まれて、夏は氷の柱をね、部屋に立てて冷やして、冬は蚊帳をつって、その中で蒸気を立ててね、本当に大事に育ててくれたのに、まるでそれが当たり前のように思ってた私がね。親は子供をこういうふうに大事にするのが当たり前だ。ありがとう気持ちはあったけど、一緒に住むようになってから、本当に私は母が私にしてくれたようなことができてませんね。まず家庭を大事にして、
その次は母でしたね。例えば、食事は夕食が母はちょっと早く食べるから終わった後にまあ喋るわけよね、私と。でそこに夫の車の音が聞こえたら、私はお母さんパパが帰ってきたからちょっとお部屋入って言ってね、そんなひどいことをやったんですよ、私は。それはやっぱり夫に対する遠慮っていうかね、夫があまり、自分の家族以外の人と話をするのがあんまり得ててなかったから、苦手な人だったから、夫もまた喋りにくいだろう思って、お母さん、パパ帰ったからもう自分の部屋入ってってね、それが1回、2回じゃないんですよ。その時のね、母の心もどんなだったかと思うの。もうね、それを思うと、今出会った人に、そんな、悲しい思いをさせないように、私もまたしないように、去る人は追わないけれども、そばに来てる人はみんな、ね、いらっしゃいっていうふうにしたい。去る人は追わないけど、そばにいる人、来る人はいらっしゃいってね。そういう、少し、そこからね、話が少し変わってくるんですけど、じゃあそういう、例えば緑会とか、緑会ね。それから去る人は、しょうがないけど、一緒にやる人はいらっしゃいっていうね。いらっしゃい、そう。こういうゲシュタルトの仲間っていうか、共同体というか、そういうことって、共同体っていうとちょっと、硬い言葉ですけども、そういうことっていうのは、緑先生、感じる、考えられることってありますか？その中の一員っていうふうに、緑先生、思ってらっしゃるでしょうか？そうよ。どんなふうに思ってらっしゃいます？いや、役割は一応、ファシリテーターであったり、講師であったり、役割としてはあるけれども、その役割を外れれば、みんな同じような、腹が立つこと、嬉しいこと、悲しいこと、みんな持ってるんだいうにね、それこそフラッと横並んで、決してこうしづらはしません。じゃあその共同体というかね、その緑会、仲間の、と一緒にやっていると、やっぱりいろいろ人間ですからいろんなことありますよね。そういう上で、そのゲシュタルトをこうやっていく中で、もちろんその仲間との中でっていうことでもいいですし、それからセラピーの場ということでもいいですけれども、一番こう、困難というか、大変だったっていうようなことを感じられたことってありましたでしょうか？どんなことだったですか？困難とは思わなかったんだけれど、ゲスタルトの学会の大会があった時でしたかね。ファシリテーター集会かなんかの時にね、ある男性がファシリテーターの役をして、ある女性がクライアントの役をなさったんですよね。そして終わった後のシェアリング、みんなで話し合いましょういう時に、その男性が正直に自分のお気持ちを話されたの。本当に正直に。僕はこんな勉強してるから、これをちょっと使ってみようかないう思いで、ちょっとさせてもらいましたって正直におっしゃったの。そしたらオブザーバーの中の一人が、すごく責めたんです、その人、男性を。この場で試すようなことをするとても失礼だってね、その男性を責めたんですよ。で、私は
これをほっといたらダメだなと思ったんで、うん、その責めてた、ファシリを、データを責めてた女性会員に対して、あなたにとってはそういうの試されてるようなことは嫌なのよね。でもこれはね、受けた人の思いが大事だから、うん、ワーカーの人にお聞きしてみましょう。ワーカーがね、どのように思ったか。それが大事なんじゃないの？そしてワーカーにと、いや別に試されたって構いませんことだったんですよ。簡単に言えばね。で、正直にやってみたい技って言ったら悪いけど、スキルがあったから使ってみたいって、この場を信じて言われたんだから、責めることはないように思うし、受けた本人がね、大丈夫ですっておっしゃってるんだから、いいんじゃない？その時の、うん、大会が一番忘れられませんね。うん。で、私はそれでよかったと。受けた人の気持ちを聞いて、一番良かったというふうに思ってるんですけれどもね。うん、それはやっぱりちょっと、ゲシュタルトグループでやってると、いろんなことが起こりますよね。そうそう。その中でも、ことっていうのは、緑先生の中でもやっぱ大きかったっていうことですかね。やっぱりね。ゲスタルトをやってらっしゃるんだから、私はそのように言われたら、ちょっと、私で試すのとちょっと不快になりますっていう表現ならいいけれどもね、こんなところでファシリがそんなことを口にするとかやるなんていうこと、ちょっと激しい言葉でね、そのファシリをなさった男性に攻撃的におっしゃった。で、それは私は好きじゃないのでね。それはかなり印象的な場面でしたね。今度はね、今度逆に、一番、最大のゲシュタルトをやってきた中で、一番嬉しかったこととか、ものすごい喜び感じたことってどういうことでしょう？つい、おとついも2、3人で、ズームでね、ズームじゃない、LINE のビデオしててのやったんですけれどもね、その、一人の女性が、その短時間の間に表情が変わってくる、この画面で見ててもね、表情が変わるし、言うことが変わるしね。で、皆さん、2、3人の人が、いやー、すごいね、変わったね、とかいうことで、本人も、2日やってたんだけど、明日は来れませんよって言ってたのにね、あくる日も来られたんですよ。そのようなね、ご自分が納得してご自分が決めて変わっていかれて、こうしますって時の喜びは毎回感じますね。そんな時一番嬉しい、やっててよかった思ってね。耳が聞こえて、それを頭の中で政治ができて思ってることが口に出せる間は年に関係はない。足が痛くても関係ない。やらせていただこうと思ってるんですよ。欲が深いでしょ毎回それは感じますね。どなたかがご自分が変わっていくのを感じ取れてる。ご自分でね。で、表情が変わるし、何にも言わなくても勝手にアファーメーションなさる。それを感じることができる自分はやめられないなと思ってる。そういう瞬間、つい3日前にもあられたっていうことでね、今までもたくさんそういう思い出ってあられると思うんですよね。嬉しいです。
これからね、じゃあこれ今までのことなんですけど、これからのゲシュタルト、特に日本のゲシュタルトの、コミュニティって言いましょうか、仲間って言いましょうか、共同体って言いましょうか。これからのゲシュタルトってどういうふうになっていく、今後どういうふうになっていくと、みどり先生、思ってらっしゃいますか？ね、私が好きなやり方はね、ゲシュタルトはゲシュタルトの創案者のね、人生観があるんだが、ゲシュタルトワークショップの時は、その、パールズがの人生哲学、を大事にしたようなやり方を、それは古いんだ言わずに、その創案者の人間に対する感じ方、それは大事にしていきたいなと思うの。まあ、日進月歩のね、世の中だから変わっていってもいいんだけど、本論というか軸っていうか、そこは変えてほしくないなと思うの。ゲシュタルトの軸って、みどり先生の表現で言うと、どういうところになりますか？私はやっぱり我なんですよ。自分が悔いたり、腹を立てたりして、よく夜寝られなくなるようなことがない。ああ、今日も、まあ、自分らしく生きられたなっていうふうに、なっていけるようなワークショップにしたいし、学問も大事だけど、その学問の真髄、キーワードだけどこかに置いとけばいいんじゃないかなと私は思うから。よくゲシュタルト、理論が大事だとか、いやいや、実践が大事だとか、いやいや、両方大事だとか、こう、いろいろ、いろんな、ありますね。ありますけれども、どういうふうに、ゲシュタルトって学んでいったらいいんでしょうか？どんなふうにしてゲシュタルトを、学んでいくというか、それはファシリテートをするっていう、どうやってファシリテートをしていったらいいのかっていうこともありましょうし、それからどうやってそのファシリテーターを育てていくか。育てるという言い方もちょっと、でもそれは大事なエデュケーションですからね。どうやってまず、ゲシュタルトを学んでいったらいいか。そこについて教えていただけますか？いや、教えることはできないけど、私の信念はね、理論の裏付けがないワークはダメだと思ってるんです。理論の裏付けは大事。でも理論だけではね、気づきを促すことはできないと思ってるんです。その理論が難しい言葉じゃなくって、子供にでも分かる言葉で説明できるようになったときに、本当の理論の裏付けがある、ファシリができるんじゃないかなという考えています。まず、たくさんワークを受ける。自分に気づくと同時に、ファシリテーターのあり方を学べる。そして、理論とドッキングさせ、そこで体験と理論と学んだことがドッキングきちっとできれば何にも怖いことはないと思うんです。ファシリをするときに。と私は出会ったね生徒さんに申し上げるんだけど、ロジャースのカウンセリングが一番難しいよ言って、解釈をしたり焦点を当てたりフィードバックをしたり、ね、言い換えをしたり、たくさんありますロジャースのはね。
でもゲスタルトはね、その場所でその方に寄り添うだけでいいんだから、こんなに楽なことはないよって申し上げるんですけどね。いや、それが一番難しい。ゲスタルトは本人が気づいていないことをなんか喋りながら気づいていこうとなさってるんでしょうか。その気づきを促進させるだけでいいんだから、本当に考えなくていいんですよ。その人の考えについていけばいい。この人はついていきながら自分を感じる。あ、この人はちょっと、本当の両火星の両方見てないくって、片方ばっか見てらっしゃるんだなとかね、感じ取ればいいと思うんです。と思ってます。ワーク楽しいですよ、ゲスタルトは。何も考えんでいいんだから、私は。したらですね、最初、このインタビューに一番最初は、平松みどり先生ってどなたですかという質問から始まったんですけれども、そうでしたね。最後はですね、この質問で終わりたいんですけども、ゲシュタルトってみどり先生にとってどんなものですか？みどり先生にとってゲシュタルトとは何？私にとってね、ゲシュタルトというのはね、本当に自分の本音、意識には上ってないけれど、心の奥の方にある本当の言いにくいこと、本心ね。本心に気づかせてもらえて、そしてそれが腑に落ちるように、統合言うとおかしいけど、納得いく、もんだなと思ってます。ありがとうございました。今日いろんなお話聞かせていただいてありがとうございました。これだけでいいの？まだ他にもあるかいらっしゃるか？他にたくさんまだ聞きたいこともあるんですけれども、他に何か話をしておきたいとか、みんなに伝えておきたいなんていうようなこと？いや、皆さんに伝えるいう大げさなことではないんだけれども、最近ね、クライアントとカウンセラーいう言葉をね、お使いになる、ファシリをなさってくださる講師の人がね、なんか私は気になるんです。カウンセリングいうのは相談だからどうしてもね、答えも必要なんでしょうけど、ゲスタルトでは私はワーカーとファシリテーターいう言葉を存続させてほしいなと思ってます。陣内先生と思われるか知らないけど、私にとっては言葉の持ってる意味、非常に大切にしたいので、カウンセラーとカウンセラーいう言葉はゲスタルト療法には合わない気がするんです。その人が気づいていくことをファシリテーターが自分もちょっと感じたことで気づきを促進できるような言葉かけをしてあげればいいんじゃないなと。だから、ね、理事長さんだし、ね、できれば理事長から率先して、ファシリテーターと若い言葉を、そのみどり先生のね、そのお話、前にも何回か聞いたことがありまして、みどり先生にとってクライアント、カウンセラーとクライアントっていうとどんなイメージがあって、ファシリテーターとワーカーっていうとどんなイメージがあるかって、こう2つちょっとあえて対比させてみるとどんな風なことになるんでしょう？カウンセラーとクライアントというのはね、
まあ、昭和23年にドジャースがね、日本に来られた時に進められた言葉なんだけれど、それはやっぱり少し横じゃないね。クライエントは傷ついてるものを持ってる人。カウンセラーはそれを克服してきていろんなものを持ってるから、それで対話をしていきましょうね。で、ゲシュタルトは、私が感じてるゲシュタルトは、抱えてる問題は2人とも違うんだけれども、この人はどの問題でどのようになりたいんかな、聞かせてもらおう。あ、こういうふうになりたいんだな。ちょっと提案してみようかとかね。すべてが、なんか、横に並んでるとおかしいけど、そんな感じをするの。さっきおっしゃってた、水先生おっしゃってた、我何時っていうところにもつながる感じがするんです。感じですね。ワークをしてるときにそれを感じるね。感じながらやってる。から、ロジャースのカウンセリングで、なんか講義をしたり頼まれてるときは、やっぱりクライアントはちょっと今傷ついたものを持ってるからっていうね。私にとってはそこがけじめかな。と感じてますが。両方ね、大事なんでしょうけど、どの理論でセラピーとかワークをするのかいうことをファシリテーターは知っておいてほしい。自分はゲスタートワークショップなんです。いや、今日は、ゼンドリーのフォーカシングでのワークショップなんだと思うんですね。カール・ドジャースのパーソンセンタードでやるんだとかね。やっぱりどこかでは一緒のもんがあるんだけど、根底の人生観は大事にしてほしいなと思うのよ。いかがでしょう。